どうも、ベイメットチャンネルです。本日は、新ビットのキックビットとザップビットを含む人気のバランスビット4種の攻撃性能と持久性能を100回戦で徹底検証してみた。ヘルツリーパーが収録されているランダムブースターボリューム6で新登場したキックビット、スコーピオスピアに収録されているザップビット、みんなはもう手に入れただろうか。バランスタイプのビットはアタックタイプに対してはシャフト系が太いことでバースト耐性を持ち、こちらはオーバーエクストリームだけでなくスピン勝ちも狙うことができる。スタミナタイプ相手には持久勝負こそ不利だが攻撃的なシュートでバースト、オーバー、エクストリームフィニッシュを狙えるということで、個人的に最も好きなタイプのビットだ。今回はそんなバランスタイプの新ビット、キックビットとザップビットに加え、大会でも使用率の高いエレベートビットとヘキサビットの持久性能と攻撃性能をそれぞれ25戦ずつ合計100回戦で徹底検証していく。検証方法については前回のアタック系ビットの性能検証の時と同様、持久性能はスピンフィニッシュのみでカウント、攻撃性能はエクストリームダッシュの回数で計測していく。スタミナ、ディフェンス系ビットの検証動画と前回のアタック系ビットの検証動画も概要欄のリンクからぜひチェックしてみてくれ。まずはキックビット、ランダムブースターボリューム6に収録されている新ビットだ。上から見ると六角形になっており、公式では大きく弾かれた時に壁を蹴ってカウンターをすると紹介されているが、六角形の真髄はそこではないと考えている。ヘキサビットのように傾いた際に六角形の肩が地面を蹴ることで姿勢を戻すことが期待できる。側面から見た形状はテーパーのように先端に傾斜があるが、テーパーよりも角度が浅くなっている。ウェッジビット同様、鈍角なほど姿勢を戻すのに適しているため、2つの姿勢保持能力を持つビットとなっている。バランスタイプということで、アタック系ビットの中で持久力ナンバーワンだったローラッシュよりは持久力が高いと予想しているが、実際の性能を検証していく。25戦やってみて結果、エクストリームダッシュは59回、平均スピンタイムは 43.25 秒という結果となった。次はヘキサビット、ヘルツハンマーで収録されたディフェンス寄りのバランスビットだ。上から見るとキックビット同様六角形の形状になっており、傾いた際に地面を蹴って姿勢を戻す特性がある。ニードルよりも鈍角なハイニードルよりさらに傾斜が浅いため、ニードル系ではトップレベルの傾きづらさだろう。基本的にはディフェンスタイプのように中央にとどまる動きを行うが、バランスタイプに位置づけられている理由は16枚ギアによるカウンターのエクストリームダッシュの破壊力がアタックタイプの要素を持つためだろう。またもう一つのアタックタイプ要素はシャフト系の太さだ。スタミナ、ディフェンスタイプのビットはシャフト系が細くバーストしやすいという特性があるが、ヘキサビットはアタックタイプのシャフト系を持つため高いバースト耐性を持っている。ニードル系のディフェンス力に姿勢保持能力、さらに高いバースト耐性を持つということで、ディフェンスカスタムにおいて最も完成度の高いビットと言えるだろう。25戦やってみて結果、エクストリームダッシュは11回、平均スピンタイムは 47.49 秒という結果となった。続いてはエレベートビット、コエルウェーブセレクトで登場し、今でも最前線で活躍しているバランスビットだ。先端の突起とフラット面の2段形状によって高い姿勢保持能力を持っている。2段形状を持つビットは他にもポイント、ギアポイントなどがあるが、送り合いカスタムにおいてエレベートビットの採用率が高いのはその安定性の高さからだろう。ポイント、ギアポイントは先端がボール形状のため回転力が落ちてくると傾きやすいが、エレベートビットは先端もフラットになっており、2段目を使わずともある程度姿勢を維持することができる。さらに通常のビットよりも約 0.7 ミリ低い設計によって重心が下がることも、送り合いで重要な回転力が落ちてきた時の安定性を上げることができる要因だろう。しかしエレベートビットのシャフト系はスタミナ、ディフェンスタイプ同様細いことに加え、大きく弾かれた時にディスクが段差を乗り上げる衝撃でビット抜けによるバーストが発生しやすいというデメリットもある。
25戦やってみた結果、エクストリームダッシュは28回、平均スピンタイムは 48.37 秒という結果となった。最後はザップビット。スコーピオスペアで新登場した先端に突起のあるバランスビットだ。基本的にはポイントビットと同様の特徴を持っているが、16枚ギアによって瞬間火力はこちらの方が上だろう。さらに類似形状のアクセルビットよりも約 0.8 ミリ低くなっており、低い位置からの跳ね上げる攻撃や低重心によって安定性向上が期待できる。他にもフラット面が広い特徴があり、これは旋回運動が大きくなることで通常の攻撃力が上がることに加え、エクストリームラインに乗りやすくもなる。ナンバーワンの送り合い性能を持つエレベートビットよりも広いが、どちらの地球性能が上なのかも注目だ。25戦やってみた結果、エクストリームダッシュは78回、平均スピンタイムは 28.22 秒という結果となった。ということで、100戦やってみた結果、攻撃力ランキングは1位ザップビット78回、2位キックビット59回、3位エレベートビット28回、4位ヘキサビット11回。持久力ランキングは1位エレベートビット 48.37 秒、2位ヘキサビット 47.49 秒、3位キックビット 43.25 秒、4位ザップビット 28.22 秒という結果となった。まず、キックビットについては、攻撃力2位、持久力3位ということで、バランスビットの中で最もバランスがいい性能だということが判明した。持久力については、上位2つよりも5秒ほど劣ってはいるが、アタックビット4種よりはしっかりと高く、アタックビットの中で1位だったローラッシュよりも約10秒ほど長かったため、持久面では有利が取れそうだ。さらに、鈍角な傾斜のおかげで、終盤まで姿勢が起きていることが多く、アタックビットにはない粘り強さをしっかりと感じた。攻撃面については、持久面で劣っていたエレベート、ヘキサビットと大きく差をつけることができた。しかし、アタックビットで最下位だったレベルビットよりは低く、音を聞いていると六角形の側面がセンターサークルの段差を蹴ることで、センターサークルから出づらい特徴があるようで、回転力が高くてもエクストリームラインまで届かない場面が多かった。そんな特徴と比較的高い持久力、姿勢保持能力を活かすなら、持久力が高めのアタックブレードでスピンフィニッシュも視野に入れながら、オーバーエクストリームフィニッシュを狙ったり、重量が高く弾き性能が高いブレードで相手のみをセンターサークル内からでも弾き出すというカスタムもありだろう。ヘキサビットについては、攻撃力最下位、持久力2位ということで、やはりバランスビットの中では耐久寄りの性能だということが判明した。攻撃面では、ヘキサのニードル形状では、エクストリームダッシュはほぼ発生せず、16枚ギアの火力が活躍する機会は少ないだろう。しかし、基本的には耐久系の戦術となるため、エクストリームダッシュの少なさはメリットと言える。エッジビットやアンダーニードル同様、ニードル系に分類されるが、持久面では10秒以上差がついてしまっており、六角形の角でスタジアムを蹴ることでわかるが、姿勢保持ができる反面、スタミナを消費してしまうのが持久力が伸びなかった原因だろう。しかし、高いバースト耐性と姿勢保持能力は、アタックカスタム相手には非常に有効なため、採用の価値は十分にあると考えている。採用する場合は、今回の結果を参考に、シュートパワー調整をしっかりと仕上げるか、耐久系ビットとの持久勝負を合わせて、防御力に全振りするカスタムもありだろう。エレベートビットについては、攻撃力3位、持久力1位ということで、ヘキサビットを超えるほどの比較的高い持久力を持つことが判明した。攻撃面では、エクストリームダッシュは28回で、レベルビットの半分以下ということで、送り合いを目的とするカスタムの場合、ダッシュは自滅につながる可能性もあるため、少ないというのはメリットと言えるだろう。今回ダッシュ回数としてはカウントしていないが、エクストリームラインに沿った緩やかな動きが20回あり、今回の集計テーマの指向性のある攻撃という面で考えれば、ブレードの弾き性能が高ければ、その20回分もオーバーエクストリームフィニッシュにつながる可能性も上がると考えている。持久面では若干だがヘキサビットを上回る持久力で、エレベートの方が旋回運動やダッシュ回数が多いのに持久力が同等だった理由は、姿勢保持が機能する角度だと考えている。ヘキサビットは姿勢保持が機能する角度が深いが、エレベートビットは浅い角度で発動する。傾いているほどスタミナをロスしてしまうため、浅い角度で姿勢を維持できるエレベートビットの方がスタミナ温存に優れていたということだろう。ザップビットについては攻撃力1位、持久力最下位ということで、意外にもバランスタイプの中では攻撃力全振りという尖った性能だということが判明した。攻撃力はアタックタイプのラッシュビットとレベルビットの中間のダッシュ回数ということと、16枚ギアによる瞬間火力の高さも考慮すると、アタックタイプに分類してもいいくらいの攻撃力だと感じた。持
軸系が太いことで旋回運動が大きく、キックビットと比べるとセンターサークルの段差も軽々と乗り越え、エクストリームラインに乗りやすかったのがダッシュ回数を稼げた要因だろう。持久力についてはアタックビットを含めても下から2番目ということで、意外にもかなり低い部類に入ることが判明した。持久面においては先端の突起よりもラッシュ、ローラッシュのように軸系の細さ、ギア枚数の少なさの方が重要なようだ。エレベートだけでなくレベルビットよりも劣るということで、突起の形状はボール形状よりもフラット形状の方が安定性が高く持久力に生かされているようだ。コバルトドラグーン E とも戦わせたが送り合い耐性は期待できなかったため、持久力が高いブレッドと組み合わせるよりは素直に弾き性能が高いブレッドと合わせる方が良さそうだ。中央にとどまる動きと16枚ギアによる攻撃力の高さというメリハリがあるビットなので、シュート精度に自信があるブレーダーは採用する価値は十分にあるだろう。ヘルズリーパーやスコーピオスピアの性能も検証予定なので、チャンネル登録と通知登録をして更新を待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。